までグラスホッパーのプレビュー表示として映し出されているだけなの。正確なモデリングがしやすいし、作業が早くなることが多いのだ。まずレシピを考える GH を作って、その結果をライノセラスに出力して、複雑なアルゴリズムになりすぎる場合がとても多いわ。大量のバリエーションも一気にできるのだ。大きな流れでアルゴリズムを自分の中で整理しておくことが大切よ。今回は初めてのグラスホッパー入門解説というタイトルで、グラスホッパーの基本的な使い方について解説していくわ。グラスホッパーはライノセラスの中で動くビジュアルプログラミングの基本になっているのだ。基本的にライノに同梱されていて、追加で買う必要はないものになっています。環境によって表示だけ違うことがあるけど、基本的には変わらないわ。まずグラスホッパーを開くためには、ここのアイコンを左クリックすると開くことができるのだ。少し待って、ローディングが終わるとこのグラスホッパーの画面が立ち上がるわ。またはこのコマンドラインにグラスホッパーと入れてあげると同様に立ち上げることができるのだ。ここでグラスホッパーを何に使うかというと、こういったコンポーネントと呼ばれるような部品をつないでいって、特定の動作をするプログラムを組み立てるのに使うのよ。こっちでモデルを作った方が正確なモデリングがしやすいし、作業が早くなることが多いのだ。また、数字を変えるだけで結果をパラメトリックに変えて、リアルタイムで形状の変更を検討することもできるわ。また、そういった検討を繰り返すことで大量のバリエーションも一気にできるのだ。同じようなモジュールをたくさん配列することで、万博のリング屋根のような反復した形を一気に作ることもできるのだ。または、ぐにゃぐにゃした複雑な形状も手でやるとかなりの時間がかかってしまうけど、一度プログラミングを組んでしまえば、手で作るよりも楽に複雑な形状を作れるわ。曲面を多用したリボンのパビリオンのようなものもこの動画では作ってるのだ。必要であれば、またこのようなコンポーネントを使って中に Python のスクリプトを書いたり VBA スクリプトを書いてオリジナルのコンポーネントを作ることもできるわ。ここについては複雑になるので今日は触れないのだ。次にグラスホッパーの画面構成を見ていくわ。画面の上の部分がメニューバーになっているのだ。新規作成や保存、表示方法の変更やディスプレイの設定などはここで操作を行います。その下にあるのがコンポーネントパネルになっているわ。コンポーネントがカテゴリーに応じてこのようにたくさん分けられていて、グラスホッパーに追加した外部のプラグイン関係もここに全て格納されるのだ。真ん中のこのベージュ部分がキャンバスになっているわ。このキャンバスに選択したコンポーネントを配置してプログラムを作っていくのよ。コンポーネントの置き方は2通りあって、先ほどから見せている通りパネルからアイコンをクリックしてこのキャンバス内にクリックすることで置く方法があるのだ。このコンポーネントの名前がわからない場合は、この置き方が安全ですぐに作業ができるわ。またはキャンバス内で左クリックで素早くダブルクリックをするとこのような入力画面が出てくるのだ。ここにコンポーネントの名前を入力すると、同じようにコンポーネントをキャンバスに配置することができるわ。名前が分かっていて慣れてきたらこちらの方が断然早く配置ができるのだ。次に最初に設定しておくべきキャンバスやコンポーネントパネルの見え方をカスタマイズする設定方法を紹介するわ。まずはディスプレイでこのドローアイコンと書かれているところをクリックすると、コンポーネントのキャンバス内での表示をこのようなコンポーネント名称にするかアイコンにするかを切り替えられるのだ。慣れないうちは名前表示にした方が使いやすいかもしれないのだ。また同様にディスプレイのドローフルネームというところをクリックすると、この各コンポーネントの端子の名前がフルで表示されるわ。これがオフになっているとこのように一文字に省略されて表示されてしまうけど、慣れないうちはこれをフルにしてあげた方が解説動画などを見やすいと思うのだ。またメニューのビューからオブスキュアコンポーネントというチェックを入れると、このコンポーネントパネルに表示されるコンポーネントの種類が増えて全部出してくれるわ。こちらの方がコンポーネントを探すのには楽になると思うのだ。次に実際にグラスホッパーでオブジェクトを作るにはどういった作業手順を踏めばいいのかをライノセラスでオブジェクトを作る場合と比較してみせたいと思うわ。試しに円柱を作ってみるのだ。ライノセラスの場合には円柱のコマンドを使って
このように円柱を作ることができるのだ。また別の方法では、先に円を描いて、これをエクストルードカーブで上に持ち上げて、さらにキャップで穴を塞ぐ方法だったり、あるいはこの円に平面曲線から面を張ってこれを押し出すという方法もあるのだ。こういった手順でライノセラスでは円柱を作れはするんだけど、これをグラスホッパーでやるとどのようになるかを見せたいと思うわ。グラスホッパーでも一発で円柱を作る方法はあるし、先ほど見せたように円から面を張って立ち上げたり、円のカーブから立ち上げて穴を塞ぐといった方法、どれでも再現することができるのだ。一番初歩的な方法としては、このシリンダーコンポーネントを使ってベースにこの円柱が乗っかる作業平面を入力して、半径を決める方法があるのだ。このレイディアスのところに半径の値を入れるわよ。そしてレングスでシリンダーの高さを決めてあげると、こんな風に円柱を作ることができたのだ。また別の例だと、このサークルコンポーネントを使って同じように作業平面と半径を設定するのだ。これにエクストルードを使って上に立ち上げて、ユニット Z でベクトルを設定して、そこに高さを入れると、こんな手順でも円柱を作ることができたわ。また別の方法では、この円のカーブにバウンダリーコンポーネントで先に面を張ってあげて、おっと、先ほどの方法はこちらでキャップが必要だったのだ。これで穴を塞いだ円柱ができたのだ。これとは別の方法で先に面を作ってから、エクストルードのまとまりをコピーして円の面を持ち上げると、こんな風に穴が塞がった円柱を作ることができるわ。このようないくつかの方法でグラスホッパーでも円柱を作ることができるのだ。まずは一番早いのがシリンダーなので、シリンダーで動きを見ながら他の方法でどう作るかというのを自分で考えながら学んでみるとかなり勉強になると思うわ。このようにグラスホッパーではコンポーネントをたくさんつなげて、ある形をどんどん作っていくことになるんですが、いきなりこのコンポーネントを並べ始めると、最初に並べたコンポーネントありきで次をどうするかって思考が固まったまま進めることになってしまって、後の方でやっぱりこの流れじゃ無理だったということになりかねないし、かなり考えるのが苦しくなってくるのだ。なのでいきなりこういったコンポーネントを並べずに、まずはやりたい手順を大きく考えて、大きな流れでアルゴリズムを自分の中で整理しておくことが大切よ。円柱を作る場合にはいきなりシリンダーコンポーネントを使って円柱を作るという一つの手順で済む場合もあるし、あるいはざっくり円を作ってから高さを決めて、それの値で押し出して最後に塞ぐという、こっちのパターンもあれば、円を作って先に面を張ってそれを立ち上げればいいという流れもあるのだ。このように大きな流れを整理してから始めないと、より複雑な GH を作りたくなった場合に途中で自分でも流れがわからなくなって、何がしたかったのかをどんどん悩みながら作ることになってしまうわよ。また GH を学んでくると、次に追加でこんなこともできるアルゴリズムを足そうとしたり、例えば四角形をここに描いてそこから建物全部が作り上げられるような、とても複雑なアルゴリズムを考えたくはなるんですが、一つの GH で1から10まで全部をやろうとしないことが大切になるのだ。先ほどの例で示したような四角を一つだけ作って、そこから複雑な建物を一発で作り上げるようなことは、かなりいろいろなことをやろうとして複雑なアルゴリズムになりすぎる場合がとても多いわ。例えばカレーを作るという目的があったとするのだ。そうするとまずカレーの材料が何があるかを考えるという流れと、それを買いに行って実際にお店で買って、お店からまた家に戻って、家に戻ってから調理を始めて、ここで初めてカレーを作るというような、今考えただけでも5から6段程度のステップを踏んだアルゴリズムが考えられるのだ。その巨大な流れを一つの GH で丸ごと作ろうとすると、かなりの長さになってしまって、プログラムの中身自体が見づらいし、後でちょっと中身を変えて今度は肉じゃがを作れるようにしたいとなった場合に、
どこをメンテナンスすればいいのかが難しいプログラムができてしまうわ。なのでステップごとにファイルやブロックを分けて GH を管理する方法がおすすめなのだ。まずレシピを考える GH を作って、その結果をライノセラスに出力して、レシピを元に店に行く GH をまた別で作るといった、そういった切り分けが大事になるのだ。また今見せた GH 上で作ったこの緑の円柱はライノセラスの空間に今あるわけではないのよ。あくまでグラスホッパーのプレビュー表示として映し出されているだけなの。なのでこれをライノセラスの空間に焼き付ける必要があるのだ。焼き付け先になるレイヤーを現在のレイヤーに設定して、ここでベイクして OK を押すと、選択した先のレイヤーに円柱を焼き付けられたのだ。またこれで数字とレイヤーを変えてベイクすると、これでもうパラメトリックに違う形状の円柱を焼くことができたのだ。こんな感じでグラスホッパーで様々な検討を高速で行うことができるようになるわ。次のステップでは実際にもう少しだけ複雑なアルゴリズムを組んでみて、グラスホッパーの使い方になれるための内容を紹介するのだ。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。